おはよう。朝の4時、正確には5時。それはもう5時というわけで市場行ってきます。お前市場大好きかよと。市場好きなんですよね。やっぱ早起きして魚を買いに来るとね、もう気持ちいいんですよ。僕の楽しみの一つなんですよね。ほんでむちゃくちゃね明るくなりましたね。いや、夏が刻一刻と近づいてますね。そんな春真っ盛りの市場、何があるか見ていきましょう。珍しいのがおるんだな。これ珍しいんじゃない？カタツムリみたいなやつ。冷た貝だね。こいつはねアサリとか食べちゃうんですよね。潮干狩りに行ったらね結構取れるんですけど、みんな嫌ってね逃がしていきますよね。いや今日何買おうかな。いつも買わないようなそんなん行きたいですね。わ、こういうのとかもめっちゃいいわ。あ、鏡台ね、安いな。一盛り400円。そうだね。お、うっかりカサゴ。字がめちゃめちゃ可愛い。普通のカサゴとはちょっと違うんですよね。これめちゃめちゃ大きくなるんですよ。こいつボーンってこのぐらいになりますよ。もうハモも今から美味しいからね。うわ、これいいハモだな。いいハモ。ハモとオコゼが一緒に入ってる。両方ともね危険ですよね。ハモは特に毒ないんですけど、噛まれたらもうとんでもないことになる。オコゼも刺されたらいて。今日はサメ祭りだな。サメがすごいな。うわ、これすごくない？これマアナゴだよ。これ刺身でもいけるな。これねちゃんと血抜きもしてあるし、多分さっきまで生きとったでしょ。ねえ、そうだよね。ちょっとこれ候補だな。お、アサリがたくさんだ。アサリにハマグリ。まだ今うまいですからね。今日の高級魚コーナー、今日は伊勢エビがずらっと並んでるよ。うわ、安いよ。でもこれ6000円だって。これ年末年始だったら1万円超えちゃうもんね。池鯛が1匹800円。お、アマダイじゃん。すげえな。この前釣ったやつだ。うわ、これ食いてー。1匹1500円でいいの？ちょっとこれいいね。普通に食べたいね。まあでもそうだな、今のところ珍しいところで言うとあの巨大なマアナゴ、あれがいいな。あれで刺身作りたいな。赤エイだ。キス釣りとかしてるとよく釣れるんですよね。でなかなか上がんないんだ。このぐらいの大きさでもねかかると本当に重たいからね。でこれね500円から1000円ぐらいで売ってますね。このウマハギも良さそう。これ良さそうだね。珍しいね。メダイもあるよ。これメダイに横がウチワハギだね。うわ、こういうジュースが結局一番うまいんだよな。水分補給しとこう。こういうのありがたいわ。ごめんください。一通り見たけど、今日アナゴいきますか。アナゴで刺身作りましょう。いやもうここだな。今日は絶対ここ。間違いなくこれでしょう。1500円。まだこれください。ありがとうございます。うなぎよりうまいね。うなぎよりうまいでしょうね。うまい。こんなんなかなかおらんよね。おらん。ね、しかも鮮度もめちゃめちゃいい。漁師が出て3匹しか取れんの。3匹の中の1匹。一番大きいの持ってっちゃった。骨切りせなあかんね。ありがとう。ゲット。めちゃめちゃいいの買えたね。よいしょ。ただいまっていうことで本日の食材がこちら、マアナゴっていうことでね、これむちゃくちゃでかいです。もう今日はこいつだろうと思いましたね。なかなかねここまで大きいマアナゴは見ないです。黒アナゴとかだったらこのぐらいのサイズ感のやついるんですけど、マアナゴですから。マアナゴはちゃんとここにね点々がありますよね。ここで見分けれます。しっかりマアナゴです。そしたら今日はこちらの鮮度抜群のマアナゴを使ってマアナゴのお刺身を作っていきたいと思います。アナゴのお刺身珍しいですよね。なぜならアナゴって血液とかぬめりに毒があるんですよね。特に血液に多く含まれてます。イクシオトキシンという毒が含まれてるみたいで、口にすると下痢や吐き気を引き起こす恐れがありますという毒です。で、口からじゃなくてアナゴの血がついた手で目をこすったりだとかすると、アナゴの血が傷口に入ってしまったりだとか、アナゴの血がついた手で目をこすっちゃったりすると、そこからも
炎症を起こす場合がありますと。うなぎの血には毒があるって、なんとなく皆さん聞いたことあると思うんですけど、ちょっとうなぎの血と同じものですね。じゃあ刺身で食べるのはダメじゃんって思われる方多いと思います。しっかりした鮮度のものをしっかりちゃんとした血抜きをすれば食べられます。実際お店でもね、こう穴子のお刺身って出てくるとこありますんでね。でもね、あくまでもこれは自己責任なのでね、あまりおすすめはしませんよ。そしたら、一応ね、こうやって締めてあるんで、血はある程度抜けてます。抜けてるんですけど、もう一回これを水の中で、ちょっとジャバジャバジャバっとして、血をもう一度しっかり出したいと思います。そしたら水をジャーっと流します。で、僕は素手でやってますけど、穴子触るときはゴム手袋とかした方がいいかもしれませんね。こうね、傷があった場合はそこから血が入ってきちゃうんでね。で、氷をジャボーンと。これでフリフリフリーっとして、血を抜いていきます。ほら、結構出てきます。ほんで、もう一回言いますけど、これは鮮度が良くないと絶対できません。のじめのもの、こう締めてないものですね。あと、鮮度の悪いものでは絶対にできません。原則生きてるものをしっかり締めて、こういう風に血を抜いた状態。これがもう最低条件です。よし、OK かな。ある程度血が抜けました。抜けましたっていうのもあるし、洗い流せましたっていうのもあります。こう乗せるとでかいな。僕の腕ぐらいありますね。穴子ってね、意外と歯が鋭いんですよ。結構ギザギザっとしとってね。で、噛む力も強いんで、このサイズの穴子に噛まれると結構痛いですよ。そしたらお腹から割っていきましょうか。よし、目打ちを刺して。で、僕こうやって簡単にね、目打ちこうやってシュッと刺してますけど、なんでかというと、これ僕のまな板、穴開いてるんですよ。穴開いてるんで、こうやってね、貫通するんですよね。そう、結構ね、便利ですよ。穴ビューって開けとくと。じゃあ行きますよ。卵が入ってそうですね。わあ、なにこれ。これ卵？なんかもっと卵って黄色いようなイメージがあったんですけど、なんかブチブチですね。これ何？穴子の卵ってこんな感じなの？ちょっと違うと思うんですけど、いや、これ卵じゃないと思う。これ病気かな？卵はこの白いふわふわだと思う。ちょっとわかんない。間違ってたらすみません。ちょっとわかる方教えてください。これなんすかね、このボコボコ。よし、じゃあ内臓は先に取っちゃいましょう。で、これが浮き袋ですね。うわ、こいつすげえ脂あるよ。これは刺身にしたらめちゃくちゃ美味しいわ。これ期待大ですね。この腹のギラギラ具合。これはうまいです。さあ、ではおろしていきましょうか。こういきますか。斜めに入れて、久しぶりの長もんだよな。長もんはね、苦手なんだよな。こう入れて、うわ、骨太いな。でもね、身がまだプリップリです。うわ、怖っ、これ。うわ、もう怖い。ちょっと失敗しちゃいました、ここ。尻尾のとこ失敗。うわ、むずいぞ。これ、上手い人はね、シュッと一裂きでいくんですけどね。よし、なんとかリカバリーできましたね。そしたら背中落として、お、綺麗に開けましたね。よし、そしたらここで頭をチョキンと切り落として真ん中で半分にします。尻尾のところはこれ切っちゃいましょうか。このぐらいにビーッと。はい、こうすれば穴子の三枚おろしですね。一回開いて真ん中で切っちゃうと、そうするとこう簡単にね3枚におろせると。まだ身がプリップリですよ。よし、そしたら向こうのキッチンで皮引いていきたいと思います。はい、そしたらね、ここからまた気をつけてさばいていきます。まずね、血がたっぷりついてますよね。ここの腹骨取っていきます。ここら辺、まだ動きますね。わかります？このほら、ピク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 って、ほら、まだ筋肉が生きてるんですよね。めちゃくちゃ鮮度いい。スーッと。はい、こんな感じですね。ここら辺までしか腹骨入ってませんのでね、とりあえずここ取っちゃいます。で、この膜ですね、薄く取っていきますと、これ2回に分けた方がこう膜がきれいに薄く取れる気がします。で、お魚ってこのお腹の先端、ここが大トロ部分で脂一番乗ってますのでね、できるだけここは残したいですね。スーッと。はい、こんな感じですね。素晴らしい。めちゃめちゃ綺麗です。で、今日はああやって開きにしてから真ん中割ったんで、どうしてもこう背骨の骨がどっちか片身についてきますんで、ここ取っちゃいます。スーッと。
ここはね骨なんでね、スーッと入れていって、でここで落とすと。こう引っ張りながらこう包丁でビリビリビリってやっていくと取りやすいです。こんな感じですね。そしたらこちらも一緒ですね。腹骨を引いていくと。うわ、すごい動く。こっち一発でいってみましょうか。一発でいくとね結構難しいんですよ。あ、でもうまくいきましたね。はい、こんな感じ。はい、こういう風におろし終わりました。この状態におろせることができたら、もう血はほぼついてません。ほぼついてないんですけど、ちょっとこういうところに血がついてますよね。ここは最終仕上げで洗い落としていきます。もう身の中には血は一切入っておりません。この状態でさばくことができたらお刺身で食べれます。そしたら皮引いていきます。ちょっと長いので2つに分けましょうか。こっからまずはこっからお腹の方、ちょっと骨が強いな。ちょっと調子悪いですね。そう、穴子はねできるだけ皮目のこの白い膜を残したいんですよね。わあ、ミスった。終わった。はい、皆さん終わりました。これ皮引きの積みですね。こっちからも失敗しちゃった場合、その場合どうするかというと、もうここで一回切っちゃいます。ここで一回切って、でここからスタートですね。はい、こんな感じ。うわー、下手くそだった。大丈夫、こっちは絶対成功させる。よし。はい。惜しい。でも皮が薄いですね。もっと穴子って皮が厚いイメージだったんですけど、意外と薄い。結構難しいです、皮引き。こんな感じですね。これうまくいきました。これが完璧な引き方ですね。この白い膜が残る感じ。この膜が残ってるとお刺身に切った時にとても綺麗です。はい、そしたらこの穴子の皮引いたまな板ですね。このまま絶対にお刺身で切っちゃダメですよ。皮の表面のぬめりとかめちゃめちゃついてますんで、刺身が一気に生臭くなります。ゴシ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 と。でまた穴子は特に念入りに。で包丁も絶対にきれいに洗いましょう。はい、これが穴子のさばき終わった身ですね。そしたらまだ血がついている可能性があるので、一度これを洗います。こういうとこね、ちょこっとだけついてますよね。こういうのもしっかり洗い流していく。そしたら氷水の中にお塩少し入れます。さーっとね。そしたらこの中に穴子ちゃんを入れます。で洗っていくと。身が生きてるからちょっと縮んじゃうかな。こうやってしっかりと洗っていく。これでバッチリです。白身はこの塩水処理をしてあげると臭みがなくなって本当に食べやすくなります。意外とさばきたての刺身ってこんだけね、なんだろうな、アクというか汚れ出てくるんですよね。塩水で洗ってあげることによってお魚の中に入ってる余計な水分が浸透圧でギューッと出てくるんですよね。そうしましたら水気をしっかりと切っていきましょう。はい、これで完璧ですね。見てください。血は一切ついてません。ここら辺ちょっと赤いような気もするんですけど、それは尻尾側のこの皮肌の色が透けて見えるだけです。血が滲んじゃってるわけじゃないんでね。ほんでちょっと骨がね気になるような気もするんですよね。どうしようかなって迷ってて、これ2パターンあって、いつもみたいに中骨こう取っちゃって、で上身と下身に分けて切っていくやり方で、もう一つは骨までこう薄くスライスしちゃって骨も一緒に食べるというやり方ですね。割ってしまうと身がやっぱ少なくなっちゃうんですよね。なんで今日は骨切りでいきます。それに割っちゃうと柵の幅がめちゃくちゃ細くなっちゃうんで、どうしても細いお刺身になっちゃうんですよね。せっかく今日はこんな太い穴子なんで、この太さを生かしたいということで、このまま骨ついたまま薄く切って薄作りみたいな感じでしていきましょう。ほんでポン酢で食べましょう。では切っていきましょう。今日はこういう丸皿でいきます。ほんでポン酢で食べるっていうことでもみじおろしすっていきます。もみじおろしいろいろ作り方あるんですけど、僕はこう大根をかつらむきして穴ぼこを開けて、その穴ぼこの中に種を抜いた唐辛子を刺しますと。でこれでスリ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 と、そうするとこう唐辛子と大根が一緒にすれるんですよ。
でそうするとあっという間にもみじおろしの完成ですね。でちょっとこう水気を絞って丸くしてあげると。でもっと綺麗にしたい場合は赤い食紅とかをちょっと入れるともう真っ赤になります。真っ赤な丸がお刺身にポンと入るとすごく可愛いですよ。ぜひやってみてほしい。よし、そしたら切っていきましょう。穴子のお刺身は切りやすいんですよ。あまり成形する必要がないんですよね。ちょっとお腹が太い場合はここら辺からちょっと切っちゃいましょう。ミーッとここはここでまた食べると脂が乗ってて美味しいです。縁側みたいですよね。よし、そしたら切っていきます。まあ結構骨当たりますね。皮目の方からこういう風に薄く切っていきます。このぐらいですね。でちょっと折り曲げてこう盛り付けていきましょうか。フグの鉄さみたいな感じで。これちょっと骨気になるかもしれんな。まあ物は試しですね。でこう角をピーンと立てて置いていくと、ピンとこんな感じです。これあれだな、鉄さの練習にもなりますね。もうあればっかりはね練習しないとうまくならないですからね。フグとは身質は違いますけどね、穴子の身質柔らかいですね。ふわ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 の中に硬い骨がある感じですね。この骨がどう出るかですよね。口の中に残るのか、それともあまり気にならないのか。でもこれあれですね、あんまり薄く切りすぎると真ん中ここで割れちゃいますね。なんで厚さは 0.5 ミリぐらいまでが限界かなって感じですね。結構難しいな。そしたらどんどん切って盛り付けていきます。今日は薬味が結構ありますんでハーフ盛りでいきましょう。はい、こんな感じ。そしたら大葉をかまして、でちょっと炙りも作ってみましょうか。切れ込みを入れて、でこのお腹のところ、油の乗ったところもちょっと炙ってみましょう。はい、そしたら冷凍庫で一瞬冷やします。まずもみじおろしをここにちょんと添えて、でネギですね。ネギもどさっとここら辺に添えて、で僕の大好きすだちですね。ジグザグ切りでいきましょうか。ジグザグと。そして冷やし終わった炙りの刺身ですね。炙り刺しをここら辺置きましょうか。うまそう、炙りがうまそう。ちょっと黄色も欲しいなと思うんで食用菊をポンと添えたら、はい、こちら穴子のお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらです、穴子のお刺身ですね。じゃあまずポン酢にもみじおろしですね。すりたてもみじおろしを溶かして、こんな感じです。ここら辺いきますか。ここら辺から1枚2枚ぐらいいきましょう。ポン酢にたっぷりつけていただきます。おー、うめえ。これね、びっくりしますよ。穴子ってちょっと刺身にするとなんか泥臭いんじゃないのっていうイメージがあるじゃないですか。全然臭くないんですよ。この皮目に油がすごいあって、で油の質が極上、すっごい甘い、もう蜂蜜みたいな、そのぐらい甘い油を持ってるんですよね。ちょっともう一回いいですか。本当に美味しいな。これうますぎる。ほんで
多少は骨気になりますね。でもスライスして細かくなってるんで、喉に引っかかったりだとかはしないですね。お子さんはちょっとわかんないけど、多少はチクチクとはします。じゃあそしたら、炙りもいきましょうか。ちょっとすだちもキュッとかけて、ポン酢にペッペッと入れて、いただきます。これはこれでまたうまい。穴子の白焼きっぽくなるんですね。これはうまいわ。はい、ということで今日はこちらの穴子のお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。こんだけ旨味が強い白身だったら絶対に銀色のやつ合います。もう 100% 合う約束された組み合わせ。7対3ですね。いただきます。変な声も出るよ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で買った新鮮プリプリの巨大なマアナゴを使ってお刺身作ってみましたけども、アナゴの刺身はうまい。めちゃくちゃ美味しい。くどくなくてうまみの強い脂がしっかりと乗ってるプリプリ白身、最高ですね。酒が進む。飲みすぎちゃった。あれが1本1500円はね、お買い得でしたね。いや、今日はすごいいい買い物ができて、めちゃめちゃ気分がいいです。また朝市に行って、美味しそうな魚やっていきたいと思います。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。